どうも、日本語で喋りましょうの加藤です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は語源について話したいと思います。語源というのは言葉の元々の意味のことです。意外とね、普段よく使うような言葉でも語源って皆さんなかなか知らないですよね。日本人の僕でもやっぱり普段話すときは語源についてはなかなか考える機会はありません。普段全然そういうことを考えることはないんですけど、今日はね、あえて普段使うような言葉の語源についてちょっと調べてみたので、ぜひ皆さんに紹介させてください。まず一つ目の言葉は、ありがとうです。これ皆さん、日本語を勉強していたら多分、毎日のように聞く言葉ですよね。でも、元々の意味、語源について考えたことありますか？僕は全然考えたことなかったんですけど、実はね、語源面白いものがあるんですよ。ありがとうの語源は昔の日本語でありがたしという言葉から来ています。で、ありがたしという言葉を漢字で書くと、あるのが難しいと書きます。なので、要するに意味は存在するのが難しい。すごくあるのが珍しいとか貴重という意味でした。なので、例えば誰かが何かをしてくれたとき、それはすごく貴重なこと。だからありがたい、珍しい、これは普通のことではないという意味から来ているんです。なのでこんな特別なことをしてくれて本当にありがとう。感謝していますというのを伝えるためにできた言葉なんです。すごくありがとうって毎日のように聞くのであんまりそういう意味を考えないですけど、すごく元々の意味は日本っぽいですよね。ちょっとこれを聞いて思ったのは、英語だとどんな語源なんですかね。もし知ってる人いたらぜひコメントで教えてください。次、二つ目の言葉はすみませんです。これも日本語を勉強していたら毎日のように聞く言葉ですよね。で、特に日本人は謝るのが好きですよね。謝ることが多いです。なので、すみませんも普段よく使う言葉の一つですよね。で、語源なんですけど、元々の言葉は住むという言葉です。住むの意味は、例えば問題が解決するとか何かが終わるという意味があります。なので、何かが終わっていない、解決していませんという意味なんですね。すみませんというのは。なので、例えば何か迷惑をかけてしまったときとか、何か失敗をしてしまったときに謝りたいですよね。でも、この謝るだけでは私の気持ちが済みません。満足できません。この問題は解決していません。という謝罪を表す言葉なんです。すごいもっと謝りたいですみたいな感じですかね。もう言葉ではそれだけでは済まないです。というところから来てるんですよね。これもものすごく日本っぽいですよね。謝罪の言葉なんですけど、このすみませんという一言では終われませんという意味なんですね。どうですか？皆さんも日本語で謝るとき、そういう気持ちで謝ってますか？僕は結構普段すみませんって簡単に使っちゃうんですよ。もう何かちょっとしたことでも、すいませんって言っちゃうので、ちょっとこの意味を知ってからは、謝るときもうちょっと気持ちを込めて謝ろうかなって思いました。次の言葉です。
次の言葉はおはようです。これもね、よく聞きますよね。もちろん朝の挨拶として使う言葉なんですけど、元々の言葉を漢字で書くと、早いっていう漢字が使われてるんですね。時間が早いの、早いですね。で、その早いという言葉に尊敬を表すおをつけたんですね。なので、早いにおが最初についてるんです。で、元々の意味なんですけど、早い時間に起きてくれてありがとうございますとか、早起きすることはすごくいいことだっていう感覚が含まれていて、で、なので朝の挨拶として使われるようになったんです。なので、そもそもの意味はすごくシンプルですよね。ただ朝早いですねとか、朝早く起きてくれてありがとうございますとか、そういう意味なんです。これは結構意外とシンプルな語源でしたよね。だから早く起きるときにおはようってちゃんと使わないといけないですよね。なので例えば朝10時とか11時に起きたらちょっとあんまり早くないのでおはようと言えないのかもしれませんね。どうですか？皆さんは朝何時ぐらい起きますか？で、次の言葉です。次の言葉はよろしくお願いしますです。結構英語には翻訳しにくいフレーズで有名ですよね。すごくいろんな意味がありますよね。で、語源はもともとはよろしくはいいという意味のよろしきという言葉から来ています。で、お願いしますはお願いするという動詞ですね。つまり、よろしくお願いしますは、いいことをお願いしますという意味なんですね。なので誰かに頼み事をするときに使うようになったんですね。なので誰かにお願いするとき、いいことを私にしてくださいということを言っているんですね。こう考えると、例えば、はじめましてで誰かに会ったときによろしくお願いしますって言ったり、相手に頼み事をするときによろしくお願いしますって言ったり、あとは例えば柔道とか見ていても試合の前によろしくお願いしますとか言ったりしますよね。なので元々の意味を考えるとちょっと英語に翻訳しなくても意味がよりわかるかもしれませんね。結構最初はすごい丁寧で謙虚なフレーズなのかなと思ったけど、この元々の意味を聞いたらあんまり謙虚じゃないのかななんて思ったんですけど、皆さんどう思いました？なんかいいことをしてください、お願いしますって結構なんて言うんでしょう、傲慢な感じに聞こえかねないようなフレーズなんですけど、今ではすごく、丁寧なフレーズのような気がしますよね。で、次の言葉です。次の言葉はお疲れ様です。これもね、日本ですごくよく使われる日本独特のフレーズだと思います。で、この言葉の語源は疲れ様という言葉から来ています。疲れ様はもともとお疲れ様でしたということで、何かをしてくれた、仕事をしてくれた人とかをねぎらう意味が込められていました。なので仕事をしてくれてありがとうみたいな意味ですよね。で、なので疲れ様の最初におがついていますね。尊敬の意味でおをつけたんですね。だから仕事とか、任務とか何かしてくれた人への感謝の気持ちを表す言葉としてお疲れ様という言葉が使われるようになりました。どうですか？皆さんはお疲れ様っていう言葉好きですか？僕はこれ日本独特なんじゃないかなと思いますし、すごく日本っぽくて好きなフレーズの中の一つです。やっぱりね、今日5つ紹介しましたけど、どの言葉にもその意味の裏側、背景には日本語の文化とか、それから心遣いとかがすごく色濃く反映されていますよね。
すごく気の利いた言葉がたくさんありますよね。普段よく使う言葉って元々の意味とかあんまり気にしないで使ってますけど、こうやって意識してまたちゃんと見てみると、すごく面白いですよね。他にもね、たくさん面白い語源っていうのがあるので、リクエストがあれば、メッセージで送ってください。ということで今日は語源について話してみました。皆さんは今日紹介した言葉の語源、もう知ってましたか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトもぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。